はいどうも B 賞です。今日は映画ドクターストレンジマルチバースオブマットネスシリーズの新作ホットトイズデッドストレンジの情報が発表されたので、フィギュアのプレビューと予約情報を紹介していきます。普段このチャンネルではホットトイズのレビューやカスタム動画を投稿しているので、興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。はい、ということで、マルチバースオブマットネスシリーズからはドクターストレンジスカーレットウィッチに続いて、これで3体目のホットトイズになりましたね。このデッドストレンジクオリティがとてつもなくすごくて、本当に鳥肌ものですよね。以前投稿したスカーレットウィッチのプレビュー動画で紹介した写真の一部にこのデッドストレンジの姿が写っていたので、今後商品化されるというようなことは確実だと思っていたんですけど、発表が意外と早くてびっくりしましたね。そして今回発表されたプロトタイプを見る限り、期待していたよりもかなり素晴らしいフィギュアになりそうな気がします。本当にこの見た目感動するぐらいクオリティ高くて、フィギュアというよりももはや芸術品のような見た目になっていると思いました。それでは早速フィギュアの詳細紹介していこうと思います。今回このフィギュアゾンビバージョンということで、ストレンジを演じているベネディクト・カンバーバッチに似ているとか似てないとか、そういうところは置いといて、造形とかクオリティについて中心に話していこうと思います。今回発表されたフィギュアについては、映画の中では終盤でワンダ・ゴアさんにてゾンビ化したディフェンダーストレンジが悪霊たちを引き連れてというか、取り込んでスカーレットウィッチと戦うようなシーンで登場したのがフィギュア化されたものになりますね。フィギュアの本体はゾンビということもあって一部白骨化した様子だったり、衣装や肌の間から腐肉が覗いているというような点がとてもリアルですごいなと思いました。肉が見えてしまっている部分についても筋肉の繊維だったり血が赤黒く固まったような様子が細かく再現されてるんですけど、本当に感動するレベルでクオリティ高いと思いましたね。肌もゾンビらしく血の気が引いていて、青白っぽい塗装が施されてるんですけど、こういった塗装もねかなりリアルで、だいぶ気持ち悪い造形になっているというようなところがすごいと感じましたね。そして特にヘッドについてはね、原型があまりない状態で頬の肉も腐り落ちて顎の骨も見えてしまっていたりだとか、大小様々な裂傷とかもねとても生々しくリアルな造形になってると思いました。本当何回も言うんですけど、この造形かなりすごいなと思いますね。あとこのヘッドについては目元の再現具合にもね感動しましたね。水分が抜けてドクロっぽくなってる様子というか、目の周りの黒ずみもよく再現されてますし、この肌のねシワ感っていうのもとてもよく作られてると思います。髪型はもともと後ろで言っているようなポニーテールのようなヘアスタイルだったんですけど、程よく乱れていて横に髪の毛が垂れているような造形となっています。ただ後ろ髪を見ると、しっかりポニーテールは残っていて、ゾンビになってもねそこは崩れずに残ったんだなっていうことがこのフィギュアを見ると分かりますね。今回ゾンビ版ということで、全体的にダメージがあったりとか、もうゾンビ化している白骨化しているというようなフィギュアにはなってるんですけど、一つね映画と比べた時に気になったのが足にダメージがないんだなというふうに思いましたね。映画では冒頭でディフェンダーストレンジとなんか包帯のタコみたいな敵が戦っていたシーンがあったと思うんですけど、アメリカンシャベスも登場して3人で戦闘していたんですけど、そこでストレンジは足を貫通するほどの傷を太ももに負っていたと思うんですけど、その傷がねこのフィギュアになった時には綺麗さっぱり治ってるというか、ダメージの様子が再現されていないんですよね。単純に造形ミスなのか、何か裏設定的なものがあったのか、制作の中でもミスがあったのかとかわかんないんですけど、そこは今後アップデートされていくのかとか少し気になったポイントでした。そして今回それ以上に素晴らしいと思ったのが、カテゴリー的にはね付属品にはなると思うんですけど、写真ではストレンジを覆うように悪霊と黒いボロボロのマントが付属してるんですよね。これが特に素晴らしいなと思いました。この黒いマントは劇中の中だと周りにいる悪霊をデッドストレンジが取り込むような形で身にまとっていたと思うんですけど、その様子をね見事に再現していると思いますね。素材はさすがに布を使っているのかなとも思うんですけど、ただ黒い布っていうだけではなくて立体的に悪霊の顔が造形されていたりだとか、よく見るとプリントもされているようなんですよね。あとは細かいラインが入っていたりとか、かなりまがまがしい見た目になってます。あと個人的にはこのマントでかなりかっこいいというか感心したデザインが首元のデザインですね。通常のドクターストレンジだとマントの襟元が立っていて胸元には金色の綺麗な留め具があったと思うんですけど、このデッドストレンジの場合だと悪霊の手がその役割を果たしているんですよね。これがかなりおしゃれというか、オリジナルの浮遊マントっぽいデザインも残しつつデッドストレンジらしいデザイン造形になっているのがかなり感心したポイントです。本当に細かくて素晴らしいデザイン再現方法だなと思いましたし、こういうね造形になっていることによって雰囲気もかなり恐ろしい見た目になってるんですよね。とにかくかっこいい見た目、素晴らしいと思います。そしてね、マントについてはところどころ破れてるとは違うんですけど、糸状になってるような表現もたまらなくかっこいいですね。そしてマントを大きく広げてる写真があるように、マントの上部にはワイヤーも内蔵されているようですね。なので写真のように
大きく左右に広げることも可能ですし、少し折りたたんだりして、浮遊している様子とかね、様々な躍動感のあるポージングを楽しむこともできそうです。ただ造形やダメージがかなり細かく作られているだけに、思い切り動かすのはちょっと怖くもあるかなと思いました。そして悪霊についてはマントについているというだけではなくて、悪霊自体も付属品として造形付属しています。内訳としては、背面から無数の腕が生えた状態を再現できるエフェクトパーツと、悪霊たちが塊となったエフェクトパーツが付属しています。体の背面だったり脇に取り付けることによって悪霊を取り込んだ様子を演出することもできますし、写真の中には足元にこの付属品たちを置いて引きずり込まれるような様子をね、この悪霊を使って再現することもできるという、かなり魅力的な付属品が付属しているんですよね。そしてこの悪霊の付属品についてもすごいと思ったのが、背面にある悪霊のエフェクトパーツの腕なんですけど、この腕稼働するらしいですね。なので、角度の制限はあると思うんですけど、好きな角度でディスプレイしたりとかね、こういったところでもポージングの幅を広げることができそうです。これだけ細かい繊細な造形で稼働するというようなところも本当にすごいですよね。そういったポイントもさすがホットトイズだなと感じたポイントです。でこの悪霊の腕についてはね、インフィニティ・ウォーでは、ストレンジが分身するときにこの千手観音のように手を広げていたというようなシーンがあったと思うんですけど、今作デッドストレンジではそれを悪霊の腕を使って再現しているというような点もかっこよかったですし、今作らしい演出というか設定が盛り込まれているというようなところも良かったポイントだなと思いました。ただここでも一つだけちょっと微妙だなというふうに思った点を話すと、それが悪霊の塗装についてはちょっと微妙に感じてしまいましたね。映画でもそこまで細かく見れたというようなわけでもないですし、もうすでに記憶が曖昧になってしまっている部分もあるんですけど、この悪霊のエフェクトパーツについてはもう少し黒くてマットな質感に仕上げてもよかったのかなと感じました。ちょっと色も明るいですし、テカテカしすぎているかなというような感じがしましたね。それについては今後、どう変更されるのかとか、このままいくのかとかわかんないんですけど、自分で軽くマットブラックとかでリペイントしたりするのも楽しいかなと思いました。台座については特に今回特徴的なポイントはなくて、よくあるような赤い面にタイトルロゴが描かれているデザインになっています。アームは今回フレキシブルアームになっていそうなので、しっかりと浮遊している様子も再現することができそうです。続いて発売時期と価格についてです。6月6日時点でスタチトイズではまだ予約開始されていないので、トイサピエンスの情報のみ紹介します。トイサピエンスでは予約価格で49,500円、発売後の価格では55,000円となっていて、発売時期は2023年の11月頃発売ということで、値段はほぼダイキャストフィギュアと同じぐらいの値段設定になっていますね。高いことに変わりはないかなとも思ったんですけど、プロトタイプを見る限りかなり素晴らしい出来ですし、このままのクオリティ、ほぼ芸術品ともいえるクオリティで発売されるのであれば決して高くないんじゃないかなと思いましたね。スタチトイズではいくらになるかはわかんないんですけど、あまり変わらないのであれば、とりあえず予約価格の 30% 支払いで予約できるトイサピエンスで予約することも検討してます。フィギュアの中でもね、値段はかなり高額にはなるんですけど、だいぶ人気はあるでしょうし、予約必須フィギュアになる可能性は高いと思いますね。気になる方はぜひ予約購入検討してみてください。はい、それでは続いて僕自身予約購入するか否かについてなんですけど、このフィギュアについてはさすがに買いかなと思いますね。このプロトタイプが発表されて、最初に SNS の通知が来た時はね、本当に鳥肌立ちましたし、素晴らしいフィギュアだなと思うので、何としても手に入れたい一体かなと思ってます。発売まであと1年半あるんですけど、その分ね、しっかりしたクオリティの高い商品になると信じてるので、発売をね、楽しみに待ちたいと思いますね。ということで、今日はマルチバース・オブ・マットネスシリーズから3体目のホットトイズ、デッドストレンジをプレビューしました。これまでゾンビシリーズだと、ホームカミングのアイアンマンだったり、デッドプール、ワットイフのキャプテンアメリカが発表されていたと思うんですけど、それらの中でもこのデッドストレンジについては、造形とかね、特に別格かなと感じましたし、本当にかっこいい魅力的なフィギュアだなと思いました。 SNS とか見てるとね、通常版のディフェンダーストレンジを出してくれとか、そういった意見も見ましたし、僕も出てくれたら嬉しいなとは思うんですけど、先にこっちのゾンビバージョン出されてしまうと、今後通常版のディフェンダーストレンジが発表されてもね、霞んでしまうかなとも思うので、ディフェンダーストレンジ通常版については可能性ちょっと薄いんじゃないかなと思いますね。なので通常版を出してもらうというよりは、買う買わないは置いといて、アメリカチャベズだったりシニスターストレンジの発売を期待してます。今後また続報あり次第このチャンネルで紹介していくので、気になる方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。でスタチトイズについてもそのうち予約開始されるとは思うんですけど、なぜかね、ドクターストレンジ自体も予約開始されていなかったりとか、ちょっと最近スタチトイズについては情報遅めでもあるので、続報あり次第概要欄の方にリンクを貼るのと、コメント欄に価格とか載せておこうと思います。
で、概要欄の方に各種予約サイトの URL も貼ってあるので、さらなる詳細のチェックだったり、予約購入してみてください。はい、この動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あと概要欄の方に僕の Twitter や Instagram のリンクもあるので、ぜひそちらのフォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。